昔々あるところにもしあなたが川で大きな桃を見つけたら、そしてその中に赤ん坊が入っていたら信じられるでしょうか。これは日本で何世代にもわたり語り継がれてきた驚くべき冒険の物語です。今日は正義と勇気、そして絆を描いた日本の英雄桃太郎の伝説を皆さんに向けてご紹介します。昔々ある山あいの小さな村におじいさんとおばあさんが仲良く暮らしていました。子供には恵まれなかったものの、穏やかに互いを思いやりながら長い年月を共に過ごしてきました。おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行く、それが日々の暮らしの一部でした。ある日のこと、おばあさんがいつものように川で洗濯をしていると、川の上流から夕日を映して黄金色に輝く大きな桃がどんぶらこ、どんぶらこと流れてきました。水面には桃の輪郭が金の光となってきらめき、静かな川にまるで魔法のような輝きを添えていました。おばあさんは驚き、そして胸をときめかせながら、その大きな桃を大切に抱えて家へと帰りました。この桃は神から授かった不思議な贈り物に違いない、おばあさんはそう感じたのです。家に戻ると、おじいさんとおばあさんはそっと桃を割ってみることにしました。すると、桃の中から現れたのは光に包まれた元気いっぱいの赤ん坊でした。その泣き声は家中に響き渡り、まさに生きている力そのものでした。二人は山の神様からの不思議な贈り物に心から感謝し、その赤ちゃんにこう名付けました。桃太郎と。そんな桃太郎におじいさんとおばあさんは我が子のように深い愛情を注いで育てました。桃太郎はすくすくと成長し、ご飯を一杯食べるたびにどんどん大きくたくましくなっていきました。けれど彼の魅力は力だけではありませんでした。人々の困りごとにはすぐに駆けつけ、年長者には敬意を、弱き者には惜しみない優しさを。やがて桃太郎は村で一番の力持ちとして知られるようになりました。あの不思議な桃から生まれた少年はやがて村の希望となっていったのです。おじいさんとおばあさんはそんな彼の成長をしみじみと喜び、そっと手を合わせ山の神様に心からの感謝を捧げたのです。無垢で健やかだった赤ん坊が今や知恵と優しさを備えた立派な若者へと育っていたのでした。ある日、村に恐ろしい知らせが届きます。遠く離れた鬼ヶ島に住む鬼たちが暴れ始めたというのです。近隣の島々や村では人々が襲われ、宝や作物が奪われていると。鬼たちは暴力と欲望にまみれた存在でした。弱き者を虐げ、美しい娘たちをさらい、酒と肉にまみれた宴を繰り返している。村人たちの顔からは笑顔が消え、この村もやがて鬼に襲われるのではないかと、恐れと不安が日々を覆っていきました。誰もが黙り込み、目を伏せ、打つ手のない現実に沈んでいく中、桃太郎は静かに立ち上がったのです。その眼差しはまっすぐに未来を見つめていました。鬼を退治し、村に平和を取り戻す。それは若き桃太郎の心から湧き上がった決意でした。旅立ちの日、おじいさんとおばあさんは何も言わず
黙って彼に装束を整えました。丈夫なわらじ、腰には剣、そして心を込めて作られたきびだんご。それは日本一と呼ばれる力の源、そして何より二人の深い愛の象徴でもありました。桃太郎は頭を深く下げました。静かに、けれど力強く、そして再び会える日を信じて旅へと歩み出しました。桃太郎が村を離れ、森を抜け、谷を越えたある日、彼を待っていたのは不思議な出会いでした。森の中で一匹の白い犬が姿を現したのです。犬は桃太郎の腰の袋から漂う甘く香ばしい匂いに引きつけられていました。桃太郎はそっときびだんごを差し出しました。これは日本一のきびだんごです。犬はそれを嬉しそうに受け取り、そしてまっすぐな目で桃太郎に忠誠を誓いました。それからほどなくして今度は猿が木の上から姿を現します。桃太郎の旅の目的を聞いた猿はふむとうなずき、きびだんごを受け取って仲間に加わることを決めました。そして最後に空から舞い降りたのは優雅に羽ばたく一羽のキジ。その澄んだ目が桃太郎のまっすぐな心に静かに共鳴しました。キジもまたきびだんごを受け取り、共に鬼ヶ島を目指すことを力強く誓ったのです。犬、猿、キジ、3匹の頼もしい仲間たち。彼らと共に桃太郎は広大な海を目指して歩き出しました。その先に広がるどこまでも続く水平線の向こうには鬼ヶ島が待っていました。波を越え荒れた海を進む小さな船の上、その視界についに鬼ヶ島の姿が現れました。桃太郎たちは言葉を交わすことなく静かに、しかし確かに決意を固めていました。ようやく島にたどり着いた時、門のそばに一人の女性が倒れていました。桃太郎はすぐに駆け寄ります。もう大丈夫です。あなたたちを救いに来ました。そう語る彼の瞳には揺るぎない勇気が静かに宿っていたのです。鬼ヶ島の門は重く高く固く閉ざされていました。けれどキジが空から偵察し、猿が鍵をこじ開け、そして犬が力強く門を押し開けました。桃太郎はひるむことなく勇ましく門の中へと足を踏み入れました。その先に広がっていたのは酒と肉の匂いが染みついた荒れ果てた宴の跡。鬼たちはこちらに気づき、突然武器を手に取り、雄たけびを上げながら怒りとともに襲いかかってきました。しかしきびだんごの力を得た仲間たちはまるで神話の戦士のように変貌していました。犬は吠えながら飛びかかり、猿は素早く襲いかかり、キジは空から急降下して鬼たちを翻弄します。そして桃太郎は剣を抜き、正義の心とともに人たち確かな意志で鬼たちに挑んでいきました。激しい戦いの末、鬼たちは次々と武器を捨て膝をつきました。鬼ヶ島は激しい戦火の中にありながらも光を取り戻そうとしていたのです。しかし戦いはまだ終わってはいなかったのです。最後に姿を現したのは鬼たちの頂点に立つ恐ろしく巨大な鬼の大将。その目は真紅に輝き、手には重厚な鉄の棒を握っていました。その存在だけで空気が張り詰め、周りの空さえ赤く染まるかのようでした。けれど桃太郎はその圧倒的な存在に一歩も退きませんでした。剣を構え、静かに力強くまっすぐに立ちはだかります。二人の間に言葉は不要でした。
鋼のような気迫と気迫がぶつかり合い、空気が裂けるような一瞬。桃太郎の剣が鬼の動きを止めました。鬼の大将は地面に膝をつき、苦しげにうめきながら桃太郎に命乞いをします。もう悪さはいたしません。命だけはどうか。桃太郎はしばし沈黙しました。空を見上げます。戦いとは憎しみを終わらせるためのもの。彼の瞳にあったのは怒りではなく未来を見つめる静かな希望でした。そして静かに問いかけます。誓えるか、もう二度と誰も傷つけないと。鬼の大将は頭を垂れました。深く深く静かにうなずいたのです。桃太郎は命を奪うことなく鬼たちが奪った宝物をすべて取り戻し、囚われていた人々を解放しました。人々は歓喜の声を上げ、感謝の言葉を桃太郎たちに捧げました。その中には涙を流し、手を合わせる者の姿もありました。こうして一つの争いは終わり、再び光が世界を照らし始めたのです。人々は桃太郎たちに宝の一部を差し出し、感謝の言葉とともに彼らの旅立ちを見送りました。桃太郎たちは宝を船に積み、無事に村へと戻ってきました。静かな川辺に船が近づくと、村中の人々が岸に集まり、歓声を上げて彼らを迎えました。その中にはあの日旅立ちを見送ったおじいさんとおばあさんの姿も。おばあさんは涙を拭う手が小さく震えていました。おじいさんは胸いっぱいの思いを静かにかみしめながら黙って桃太郎を見つめていました。桃太郎は持ち帰った宝を村人たちに分け与え、困っていた人々を助けていきました。そして共に戦った犬、猿、キジにもそれぞれに立派なごちそうと感謝の言葉を贈りました。その日からというもの、鬼たちは二度と悪さを働くことはなく、人々には再び平和が訪れました。桃から生まれた少年が仲間と共に悪を退け、人々に希望と平和をもたらす物語。それは今も語り継がれる日本の英雄桃太郎の伝説の物語です。強さとはただ力があることではありません。正しさのために立ち上がる勇気、仲間を信じる心、そして許すことのできる優しさ。それこそが真の強さなのです。あなたの中にもきっと桃太郎のような勇気が眠っているはずです。物語は終わっても魂は生き続ける。それが昔話という名の永遠の記憶。この物語があなたの心にそっと火を灯したなら、どうかチャンネル登録とシェアをお願いします。それではまた次のお話でお会いしましょう。